私の名前は井上花。26歳で中小企業に勤める何の変哲もないただの OL。趣味や特技も特にない平凡な人間。だけど人一倍昔から結婚願望は強くて、なぜか漠然と結婚して幸せな未来を思い描いていた。結婚したって幸せになれるとは限らない。それはよくわかっているのだけど、それでも自分が心から信用できる誰かと身を寄せ合って生きていくことに強い憧れを感じていた。そんな長年の夢がもしかしたら近いうちに叶うかもしれない。仕事の合間、ふと左手の指輪に視線を向けると思わず笑みがこぼれてしまう。私には今、付き合って1年半の恋人、悟がいる。彼とは2年前、たまたま会社の同期が開いた合コンに声をかけられて出席。そこで知り合ったのが出会いだった。悟は私の会社の取引先の専務の息子。中小企業ではあるけれど、顔が広いと言われている会社だ。優しい声、端正な顔立ち、品のある立ち振る舞い。すべてが私の理想通りで、絶対に彼を振り向かせたいと必死にアピールした結果、知り合って半年後、恋人になることができた。そして順調な交際期間を経て、つい先日、ついに彼にプロポーズされた。人生の中でかなり幸せの絶頂にいる私。かっこよくて優しくて完璧な夫。その傍らで幸せをかみしめながら微笑む自分の姿を想像するだけで胸がいっぱいになる。でも、顔合わせうまくいくかな。私には一つ気がかりなことがあった。それは私の母と悟の両親を合わせること。悟のお父さん、つまり取引先の専務である勉さんは一筋縄ではいかないくせ者と有名な人。うちの担当者も何度も勉さんの一存によって変更させられていて長く続いた試しがない。噂によると自分よりも肩書きや年収などで相手を見る性格らしく、自分よりも下だと判断すると途端に威圧的な態度に出る。婚約者の父親がそんな思考だと知っていると、結婚したくてもなかなか気持ちが前向きにならなかった。悟のことはもちろん大好きだし、大切に思っている。彼だってきっと私のことを思ってくれているはず。だけど、私が顔合わせをするのに躊躇してしまうのは、自分が育った家庭が決して裕福ではないからだ。私の家庭は母一人と私の二人暮らし。大好きだった優しい父は私が小学生に上がる前に事故で亡くなってしまった。突然一人にされた母は絶望する暇もなく、私を一人で守るために必死で仕事をしてくれた。母方の祖母が料理教室をしていたこともあり、母の料理の腕はそこら辺のプロ並み。はじめは弁当屋で働いていた母も私を育てるにはもっと融通が利いて利益の出る仕事をと考えた。そして私が小学2年の時、近所の築年数がそこそこ経っていた一軒家を買って改装。1階を小料理屋として営業を始めた。毎日家に帰ると母の作る料理の香りが鼻をくすぐる。決して裕福な家庭ではなかったけど、食べるものにも困らず、店に出ずっぱりでも家の階段を降りれば母のいる安心感に私は寂しさを感じなかった。父が亡くなったことを悲しむ暇もなく、ただ一生懸命に働いてくれた母。私が成人した今でも店は毎日開けているし、一人でもお客さんが来れば嬉しそうに微笑んでいる。きっと母も大変ではあったけど、この商売が好きなんだ。そんな母の背中を見るたびに、私は感謝と
尊敬の思いが溢れていた。そんな母を私は今少し不安視している。母のことは大切で尊敬していることに間違いはない。でも顔合わせになり実家のことを知ったら、勉さんは何と言うだろう。貧乏人だとか庶民だとか罵られてしまわないだろうか。結婚が許されなくなるのは辛いけれど、何より大事な母をないがしろにされるのではないかという不安から、私は悟に予定を聞かれても煮え切らない態度ばかりとってしまっている。このまま逃げ回っていても仕方ない。結婚となれば、勉さんも噂とは違う姿を見せてくれるかもしれないし。私はできるだけポジティブにことを考えようと自分に言い聞かせ、悟に予定を告げた。その後は驚くように着々と決まり、あっという間に顔合わせをする日が目前に迫っていた。そんなある日。ごめん、手違いで予約していた店が予約できていなかったみたいなんだ。約束の日は3日後に迫っていたが、悟から突然予約に不備があったと連絡があった。一流高級ホテルのレストランを予約していたため、同じレベルの店はほとんどが満席。なかなか代わりの店が見つからずに困り果てていたようだ。じゃあ、うちの店に来る？肩を落とす悟に私は意を決してそう告げた。本当はそんな予定もなかったけど、悟ががっかりした姿を見るのは辛かった。それに、せっかく予定を合わせたのに、場所がないからとその日を流してしまうのはもったいない。私の助言に少し驚きながらも、悟はその提案に喜んだ。一流ホテルとはかなり程遠い小さな小料理屋だけど、それでも結局、いずれはどんな家の娘かわかるはず。それなら、後で知られても今知られても、さほど変わりはない。こうして私たちの両家顔合わせは母の小料理屋ですることになった。顔合わせ当日、予定時間より早く私と母は店で料理の仕込みをしていた。母は私が結婚相手を見つけたことにとても嬉しそうにしている。私も自分の見つけた将来の相手を母に紹介することができるのはとても嬉しい。だけど、脳裏にはやはり勉さんのことを不安に思う気持ちが残っていた。約束の時間までまだ時間がある。なのに私はさっきから何度も時計を気にして確認してしまう。大丈夫よ、心配しなくても。それに、あんたたちが本当に一緒にいたいと思うのなら、親が何言ったって離れないでしょ。母の声は私の心の中の不安を見透かしたように優しく包み込んでくれる。確かに、悟を好きで一緒にいたいという気持ちは誰にも負けない。でも、だからこそ、お互いに大切にしている人たちにも認めてほしい。そう思うのは求めすぎているのだろうか。何があろうと、私があんたの親であることに変わりはない。そして、あんたの一番の味方であることにも変わりはない。そう言って微笑みながら私の肩を叩く母の言葉に、私は不意に瞳を潤ませた。大きな愛に包まれて育ったこと。それは何があっても揺るがない事実。この人はずっと一人で私を全力で愛して育ててくれたから。胸を張って紹介しないと自分が後悔する。私は自分の心に宣言するように大きく息を吸い込むと、ゆっくり目を閉じた。お父さんも空で喜んでくれているといいな。数時間後、約束通りの時間に
悟が両親を連れて店にやってきた。控えめな態度の奥さんに対して店に入るなり不機嫌そうな表情の勉さん。私の背中には冷たい汗が流れていた。いくら店が取れなかったからって、こんな小さい店になるとはな。明らかに悪意のある先制攻撃。私は軽く挨拶をして席に通すと、苦笑いを浮かべながら、勉さんのジャケットをハンガーにかけた。しばらくすると、母が厨房から出てきて挨拶を始める。ようこそお越しくださいました。狭苦しいところですが、ゆっくりなさってください。努めて明るく笑顔の母に対して、常時ふんぞり返り、仏頂面の勉さん。悟も父親の態度を時々たしなめはするものの、一向に良くならない。母は私と準備した料理を次々に並べ、食事の準備を整えた。私も手を貸そうと声をかけたが、悟たちの相手をと指示されたので、その気まずい空気をどうにか穏やかにしようと、他愛もない会話をしながら、作り笑顔を見せる。しかしどうやっても、勉さんの眉間のシワが消えることはない。大方、私たちの身分を知って、自分がつながる相手としてふさわしくないとでも考えているのだろう。その証拠に、私も母も、勉さんとは一度も視線が合わない。あからさまに視界に入れないようにしているとしか思えない徹底ぶりだ。こんな調子で本当に大丈夫なのだろうか。作り笑顔が苦笑いに変わる頃、悟と不意に目があった。彼もこの状況に困惑しているものの、私のことは穏やかに見つめ、微笑んでいる。彼の心情はいつもと同じだ。それを感じ取り、私は緊張の糸を少し緩めることができた。自然体で行こう。無理に見栄を張ったり着飾っても意味がないんだから。料理が出揃い、母もやっと落ち着いて席に着くことができた。簡単な挨拶を済ませ乾杯をすると、和やかな雰囲気の食事会が始まった。唯一穏やかでない勉さんは相変わらず腕を前で組んだまま、食事には口をつけようともしない。それどころか箸すら手にしていなかった。いかがですか？大したものじゃございませんが、どうぞお召し上がりください。悟や奥さんが料理を美味しいと褒める中、全く食事にも参加しようとしない勉さんを気にかけ、母はさりげなく声をかけた。すると勉さんは、ふんと鼻を鳴らして、並べられた料理を一別。食わなくてもわかる。こんなボロ臭い店で出てくる料理なんか、うまいはずがない。一瞬、場の空気は凍ったように全員が絶句。しかし母は笑顔で勉さんに接し続ける。でしたら何か別のものをお作りしましょうか。気を使って提案する母に、勉さんは挑戦的な物言いで自分の食べたいものを次々に注文。どれもこれも小料理屋にあるはずのない高級料理や洋食ばかり。明らかにこの店で作ることができないと分かっていて、嫌がらせで言っているのだろう。困り顔の母を見て、勉さんは半笑い。なんだ、作ろうと言っておきながら、そんな料理も出せないのか。初めからレストランにしておけば食えたものなのにな。高級レストランと比べられても、同じものが一般的な個人店で出せるはずがない。度重なる嫌味な態度に我慢をしていた私も少しずつ怒りが湧き始める。しかし相手は取引先。私が下手に動けばもしかしたら会社に損失を作る結果になってしまうかもしれない。
もうここにいる必要もない。こんな生活をしている人間と義理の家族になるなんて、俺が賛成するとでも思ったか？つとむさんはおもむろに席を立ち上がろうとしている。隣では悔しそうにうつむいたままじっと動かない悟。彼もきっとこうなることは予想がついていたんだろう。両親と私、そして私の母。彼は板挟みの状態で自分がどういう身の振り方をすればこの場所が穏便に終われるのかを模索しながら必死に胸の内をこらえているようにも見える。悔しい思いや悲しい思いをしているのは私だけじゃない。そう思った私は怒りの感情よりも今自分にできることを考えなくちゃと気持ちを切り替えた。せめて一口でも召し上がっていただけませんか？この揚げ出し、うちで一番の人気なんです。母が出汁を一から作っていて。なんとかその場につとむさんを引き止めたかった私は、小さな小鉢を手に取って必死に訴えた。それに応戦するように、悟もつとむさんの服の裾を掴んで、再び座らせようとする。私たちの行動にいささか不満顔を戻したが、しぶしぶと席に座り、つとむさんは箸を手に持った。きっとお母さんの味は認めてもらえるはず。家柄は釣り合っていないかもしれないけど、せめてこの料理の味だけは知ってほしい。私が育ててもらった大切な料理の味だから。少し緊張しながら、私はつとむさんが揚げ出しを口にするのを見守った。数秒して、つとむさんはにやりと口の端を上げた。よかった。喜んでもらえてる。そう誤解したのもつかの間。大きな音を鳴らして、つとむさんは箸をテーブルに叩きつけた。何が一口だけでもだ。俺を引き止めるまでもない。想像通りの庶民の味だ。家でも食える。黙ったままの母を横に、この味を否定されたことに悲しみが襲った。自分が馬鹿にされたり、見下されたりするよりも悲しい。この料理の味は母のすべてが詰まっているからだ。こんなまずいもんを出す貧乏人の娘は、息子とは釣り合わん。ふざけた連中とは取引も中止だ。そう言って席を立ち上がるつとむさんに、悟はなすすべもない。私もこれ以上ひどいことを言われたくないという一心で黙ってうつむいた。取引をやめられたらきっと責任として私が会社をクビになるだろう。これからのことを考えると胸が重苦しく、ただ辛い。勝ち誇ったような笑みで満足そうなつとむさんは意気揚々と店の出口に進む。その姿を見て今まで黙っていた母が大きなため息をついていった。私たちは構いませんけど、逆にそちらさんは大丈夫ですか？冷静な言葉に再び静まり返る。母の言っていることが誰も理解できない。こんな小さい店に何があるってんだ。はったりでもかますのか？鼻で笑うつとむさんに母はそっと懐から取り出した名刺を見せた。それを見たつとむさんはみるみるうちに焦ったような表情に早変わり。なぜこの名刺を？母が取り出したのは一流企業の社長である西園寺霊の名刺。西園寺グループは多くの会社を経営していて、その大元である会社は私の会社とつとむさんの会社の最重要取引会社なのだ。西園寺さんはうちの常連です。個人的にうちとの関係が合わないのは仕方ないと思います。でも子供たちの気持ちを汲んでもやらず、
ましてや市場に会社のことを出すなんておかしな話じゃございません。母の詰め寄りに、勉さんは口をもごもごと動かすだけで何も反論できずにいる。娘は会社に責任を問われるのですか？ならば、私も市場に絡めて、西園寺さんにすべてお話しいたします。よろしいですね。それだけは。勉さんがうろたえていたその時、静かに店の扉が開き、吊り下げのベルが鳴った。おかみさん、いるかい？顔を出したのは、今噂になっている西園寺財閥の社長、西園寺霊。営業中になってなかったからどうしようかとも思ったんだけど、おかみさんの声が聞こえたもんで。母に挨拶をすると、西園寺さんはこの状況を目の当たりにし、少し居心地の悪そうな表情を浮かべた。あら、西園寺さん、今西園寺さんのお名刺、こちらの方にお見せしていたんです。あれ？これは飯田さんじゃないですか。どうして？西園寺さんの問いかけに固まったまま何も話せない勉さんを横目に、母は今までのいきさつをすべて説明。少し表情をしかめると、西園寺さんは勉さんの前に詰め寄った。市場に会社を絡ませるのはビジネスマンとして許されることではないですな。何より、ここは私が大切にしている店だ。何か文句があるなら私が聞こう。あまりの迫力に、勉さんは顔面蒼白のまま小さく震えている。今までの大きな態度が嘘のようだ。あっけに取られている私たちのもとに西園寺さんは近づくと、真面目な顔で悟の肩を叩いた。男なら自分の添い遂げたいと思った女性は何が何でも自分で守ってやれよ。その言葉に悟ははっとして、勉さんに精一杯の言葉を絞り出した。俺の彼女やお母さんのこと、何も知らないのに悪く言うのはやめてほしい。親父はいつも肩書きや金で人間の価値を品定めしているけど、俺はそれがいいとは思わない。大事なことを見逃すくらいなら、そんな価値観は間違ってる。俺は花と家族になりたい。反対されても、これは変わらない。悟の宣言に、西園寺さんはにっこりと優しく微笑み、拍手をしてくれた。私は彼の気持ちが聞けたことに、今までの緊張がすべて消えて、こらえきれずに涙を流し、彼を見つめる。涙を流す私に、母はそっと寄り添い、抱きしめてくれていた。数週間後、顔合わせは波乱の展開を迎えたが、西園寺さんの登場により、なんとか事なきを得た。しかし、西園寺グループは、勉さんの一連の話を社長に報告。会社の取引を市場に挟む人間がいる会社とは取引をしないという理由で、勉さんの会社との取引は中止。代わりに、その分をうちの会社との取引に上乗せしてくれたようだ。勉さんは会社から責任を問われ、強制的に会社を解雇。奥さんは私たちの家での騒動をきっかけに、今までの傍若無人な態度に嫌気がさしたのか、そのまま離婚して出て行ってしまったらしい。悟の気持ちにも奥さんはしっかり寄り添っていたようで、今でも奥さんと私たちの関係はちゃんと続いている。悟はそんな父親と絶縁。私と人生を歩む決断をしてくれた。私は結婚を機に会社を辞め、今は母の店を手伝いながら料理の腕を上げている途中。私を守ってくれた母の味をこれからの未来につなげていくために、私は今日も厨房に立ち続けている。